はい、どうもはじめまして、バンプです。もう最近タルコフね、大炎上して、いろいろね、この短期間、3日か4日間ぐらいですごいね、忙しかったんですけど、忙しいというか騒がしかったんですけど、それをね、まとめと言いますか、何が起きたかっていうのを簡単に、3日前のエディション発表から今までの、安くなる流れまで、ざっくり簡単に紹介します。とりあえずね、これは3日前かな。3日前。今日29なんですけど、29だから4日前か。4日前に発表があったエディション。こんな感じの映像があるんですけども、ちょっと見ようか。こんな感じでね、公式から発表がありました。こうやって、いろいろ映像が流れて、こんな感じで、出ました。アンハードエディション、新しいエディションです。でもこの時点でね、皆さんは、なんだこれはみたいな。エッジオブダークネス上のやつが出たぞみたいな、もうやばいアップデが来たぞっていうもうね、噂になってました、この時から。はい、でね、このね、新エディションでは、コープモードの PVE モードができます。わーお。PVE モードは、ワンワイプです。と、これなんか、無線機、マークオブザ・アンハートっていう無線機が追加される。うわ、なんやそれみたいな。で、これ、新しいナイフ、クリナイフが出ますよ。カットウィズ。最初から何が得られるかというと、このスタッシュがでかくなります。10×72 でめちゃくちゃでかくなります。それプラスで、ポケットがね、2マス増えますと。1マス、2マス、2マス、1マスでかくなりますよ。で、最初からスキルが3レベルからスタートします。で、なんかセット、ガンマコンテナだったり、アーモボックスだったり、ウェポンケースか。ウェポンケースだったり、ジャンクボックスだったり、いろいろ初めから持ってますよ。最初からいろいろなケースを持ってますよ、みたいな。プラスで、あとはこのメインメニュー背景が新しいやつになります。で、マークが王冠からこのなんか、カルトのマークになりますよ。だったり、保険の返ってくる時間が早くなります。で、受け取る時間かな。受け取りの時間が伸びますよ。最初からフェンスの信頼度が上がってますよ。そう、フリマの出品できる数が上がってますよ。みたいな。多くなってますよ。最初から多くなってますよ。で、アクセス to ETS ということで、アーリーテストサーバーに参加できますよ。で、これはこのエディションが発表されました。で、うわ、なんやこれみたいな。で、アンハードエディションっていうのが公開されました。はい、これが3日前、4日前か。4日前の夕方頃にこれが発表されました。これが出て、うわー、なんやこれみたいな。値段はいくらやろうかみたいな言ってたら、250ドルっていうのがね、出ました。なんぞやと。で、闇落ちしてる人は、プラス100ドル出せば、このエディションにあげれますよ。100ドルって今ね、日本円にすると換算すると大体1万8000ぐらいなの。手数料とか込みでね。ここまでがね、一番最初のね、炎上の発端です。次に何が起きたかと言いますと、詳細にね、ちょっと、さっきのね、この映像を紐解いていくと、このね、PVE モードが追加されます。これね、DLC じゃなくて、タルコフの一つの機能として追加されましたよ。だから新エディションしか遊べませんよっていう感じに出て、普通これって PVE って DLC だから、エッジオブダークネスを買ってたらね、もうできるようなものなんですよ。でもそれは、なんか向こうの運営側はね、このコープモード、PVE モードは、機能の一つなんで、このエディションにないと、できませんよ。みたいな、もう詐欺みたいなことをやり始めたんですよ。それでね、一つ炎上し、それプラスね、なんかペイトゥーウィンじゃないのかっていう騒がれ。はい、この無線機、いろいろね、この出た時に後に詳細が出てて、このね、マークオブザ・アンハードという無線機を調べてみるとね、信頼度、フェンスの信頼度6以上の人は、これを持ってたら60メートル離れたスカブから撃たれませんよ。えぐくない？ NPC から撃たれなくなるんだよ。で、そういうのでも炎上し、はい、次、このね、エディション最初からスタートするときにケースをいろいろ持ってますよっていうことで、そこでもね、いろいろ、一番は、この PVE、この新しいエディションを買った人じゃないと PVE モードができませんよっていうことにね、結構批判が殺到しました。海外の有名ストリーマーの方たちがもうタルコフやんねえよとかね、ボイコットが始まりました。批判殺到したんで、次はね、EOD 版に関するアップデートをしますと。タルコフの運営側は来ました。AOD の所有者エディション、次の新しい独自の機能を追加する予定です。保険商品の迅速な返品に個人トレーダーの購入限度額が 20% 引き上げました。基本的な PMC カルマッチの実装、ユニークな隠れ家のアクセス、基本的なカリスマネアしました。特別なクエストライン。これってさ、特別なクエストをクリアするとポケットが増えるっていうことで、1日2つのデイリークエストを無料でスキップする機能、ユニークなドッグタグ、ユニークなアームバンド、服のセット、ユニークなレガシーデバイス、ドッグタグっていうのはあれか。カルトマークになりますよ。王冠マークがカルトマークになりますよ。で、ここが一番重要で、エッジオブダークネス所有者に6ヶ月間の優先度の高いマッチング、あとエッジオブダークネス所有者に向けたオフライン PVE への6ヶ月間のアクセス。ということで、いろいろね、言いたいことはありますよ。エッジオブダークネスでも PVE できるんかいって
ようになったんですよ。まあ、その1日前、まあ、これ発表された時にさ、一番上のアンハードエディション買った人しかPV できませんよ。そしてね、100ドル払って、PV というか、アンハードを買った人からすれば、これさ、1日待ってたらさ、6ヶ月間無料でアクセスできるようになるじゃんってなってんのよ。まあ、俺買ったからさ、そうなんのよ。もうこれ見た瞬間に、はぁって言って、タルコフやんなかった。なんでさ、金払ってこの PV をするためにやって、まあいろいろあります。まあそうなりました。基本的にそうなりました。まああとはエッジオブダークネスの人からすると、もうこういうのも、全体的に最初からね、もうついてくるもんだと思って買ってるから、みんな、6ヶ月間って何なんか少なくないみたいな。普通期間、設けずにもらえるはずじゃないのって、まあエッジオブダークネスの人ならの不満もあるし、アンハードを買った人からも、結局この PV がしたくて、アンハードを買った人からすると、何それみたいな。結局買わなくても PV できるんかいみたいな。まあいろいろなりますと。そしたら、次ね。何が起きたと言いますと、現在の現状に関する最新情報ということでね。まず第一に、PVE モード。これはね、DLC ではありません。だから、エッジオブダークネスの特典として DLC のやつは全部できるって書いてたけど、これは DLC ではありません。私は理解では DLC はテーマ別の、DLC パックとしてゲーム正式リリース後にリリースされるまでの様々な機能やコンテンツを含むゲームへの主要な追加です。例えば、スカブライフ DLC、スカブゲームプレイとレベリングのために多くの新しいメカニズムのコンテンツが追加されます。これをDLC ですよと。で、第2に PVE モード、この特定の機能は基本的にクローズドモードでのみのサーバーをプレイするため必然的に安全に別のネットワークフラクチャーに配置されます。この段階で EO で所有される全てのプレイヤーをローンチすることはできません。現時点で私たちはみんな、炎上し、私たちはあなたの不満を観察し、別のサーバーの容量を改善されるため、ゲームリリース時、PVE モードの所有者は無料で利用できることを決定しました。は ?PVE モードこれやばくないマジ ?PVE モードのすべての所有者が無料で利用できることになりました。アンハードを買った身としては、PVE モードができるのは、アンハードを買った人だけだと思ったよね、あの時。いろいろ炎上し、もう結局だよ。結局 PVE モードすべての所有者が無料でできるようになりました。アホだろう、もう。よくわかりません。で、これでゲーム前代未聞のエディション。前代未聞のエディションっていうのが、今回のアンハード。後日このバージョンにアップグレードして、このモードをテストする機会があります。また、AOD バージョンからアンハードバージョンにアップグレードすると、50% の割引で提供することにしました。はい、これはね、新しくアンハード出た1日半ぐらい、2日ぐらい経った後かな。にこれが発表されました。だから、1日2日待ってたら、半額になるのよ、これ。意味わからんだよね、これ。これどういうことかというと、アンハードエディション出ましたよ、100ドルでやりますでも、特典で、この PVE モードだったり、ポケットがでかくなったり、新機能が追加されました。みんな、うわー、でも買わないとできないのか、って言ってから、みんな買います。そしたら、2日後ぐらいに、やっぱり不評だったんで、ね、みんなの意見を考慮すると、50% に割引提供することにしました。じゃあさ、2日前に、これが発表される前に買った人とかさ、もう損でしかないじゃん。100ドルがいきなり半額でも50ドルで発信しますよ、みたいな。もうそれでいろいろ炎上してますと。アンハードエディションにアップグレード済みが全員に、これはね、あれね。100ドルで払った方、50ドルになる前にね、アンハードを買った方に全員、アップグレード済みの方に、レフトビハインドエディションのキーを一つ無料でお送りする予定です。何それみたいな。レフトビハインドエディションって何ですかということでね、見ていくと、スタンダードエディションの1個上のグレード、レフトビハインドエディション。これを無料で配布しますよ、みたいな。マジ、いらんから、みたいな。なんだよ、それって。誰がいるんだと思う。そういう状況ですね。で、さらに EFT のバージョンについてプレイヤーに PV でこの早期アクセスは別途追加したいと思います。別途購入する機会を追加したいと考えております。AOD の所有者、PV の早期アクセスの購入が 70% 割引になります。この題についてあなたの興味深いことです。結局ね、どんどん安くなった。待ってれば安くなった。なんで炎上してますよということです。簡単に言えば。で、いろいろね、この後、さっきにもちょっとあったんですけど、主なね、簡単に要約しますと、はい。PVE のアクセス、AOD もね、無料に所有者に無料に公開することになりましたが、現代で行います。前にも言ったように、現在のサーバー容量がありません。このプレスできるだけ早く開始します。だから結局、AOD 持ってる人に全部ね、PVE モードをアクセスできるようにしましたよってしても、サーバーがね、そんなにないから、みんなできませんよ。だからマッチ入れませんよってことが起きてます。はい。で、アンハードモードの人からしたら、なんだよそれみたいな。こんだけ先に払ってから、結局同じかよみたいな感じになってます。払うだけ損です、今回。
またゲームリリース後に PV モードのモッドサポートを追加することが決定しました。はい、モッドっていうものがありまして、いろいろヘリコプターとか呼べたり、モッドの許可も、今後出ますみたいな決定しました。追加することも決定しました。はい、前代未聞エディションについて削除しませんが、ゲームをもっとサポートしたい人のためオプションを残したいと思います。ただし、エディションではアイテム特典のバランスを取り、古い価格でアップデートした人より多くの報酬を提供します。100ドルでそのアンハードエディションに買った人と、50ドルでアンハードエディション買った人にも、差がつくということかな。古い価格でアップグレードした人より多くの兵種。だからまあ、ちょっとだけね、優遇しますよ、みたいな。アイテムが少し多く渡されたり、みたいな。そういうのがあんだね。100ドルのアンハードと50ドルのアンハードで。ちょっと格差がありますよ、っていう。ちょっとしたね、報酬がありますよ。っていう感じになりました。はい。で、新しい AOD パークもバランスも調整されます。全員同じ場所にいるように、優先順位つけたマッチングオプションを削除します。そして、AOD バージョンの先輩強調するため、さらにユニークな追加をします。新しい特典の最終的なリストをできるだけ早く提供します。ということで、今後ね、また新しいのが出ると思います。どういう状況なのか。私たちは何があってもパッチ新しいコンテンツイベントにリリース取り組み続けますと言ってるんで、多収することはないんじゃないかな。以上ね、今、17時間前にこれが出て、以上こんな感じですよ。だから今後、出たらまた動画にしたいと思います。以上、現状こんな感じ。3日前、4日前に新しいアンハードエディションが出ましたよ。から、この短期間でこんなことになるとは思いもしませんでした。はい。皆さんこれをどう思いますか？アンハード買った身からすると、複雑な気持ちだけど、俺はタルコフで配信だったり動画出して、その分、元は取ってるから何とも言えない。タルコフにはもっと頑張ってくださいっていうしかありません。以上、短期間でこんなことがあったよっていうまとめでした。終わり。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも